プレイボーイっていう品種です。フロリバンダ州で、花もオレンジ色の派手な色なんですけれども、葉っぱも照り葉でピッカピカ。この株はもう何十年か経ってると思うんですが、ものすごく大きな株になってます。ちょっと花がもったいないですけれども、これを剪定していきたいと思います。新しい枝から花が一番よく上がりますので、今年出た枝に来年の春、いい花が咲きます。去年の枝は、基本的にはあんまり花が上がらないんで、特に、こういう一番花の枝ですね、この枝を残して一目ここで切ると、どういうふうに花枝が上がるかっていうのを想像しながら切っていくと、どこで切ったらいいかがよくわかると思います。こう少し切りながら全体のバランスも見て、例えばこの枝今ここで切りましたけど、やっぱこれちょっと多いなっていう状態なんで、これ切ります。でもうちょっと全体を見て、もしかしたらこの枝全体をここまで切ってしまうかもしれませんけれども、少し枝を多めに残しながら切っていくという感じです。大きい株なんで、手前の方をちょっと低めにし、向こうからは人が見ないんで、こっちが手前の方はやっぱりちょっと低めにしてやるとかっこよく仕立てることができますね。で例えばこの枝なんかはもうちょっと手前の方高すぎるなという状態なんで、とりあえず取ってもいいんですけども、一番低いところで切って、これはもうあまりにも手前で背が高すぎて、この枝が新しい枝が下からたくさん出てるんで、これだけを残してここでハサミ使うとき、この切り刃が下になるように、残る枝の方が切り刃になるように必ずこの向きで使います。ここまで切り進んできたら、早速ノコクズ出てるんですね。ゴマダラカミキリの幼虫、テポムシが入ってます。それはまた後で処理したいと思います。下の方から出てて、しかもこの枝は懐枝中に入ってるんで、もう来年この枝からは影になってるんで、他の葉っぱの影になってしまうんで、いい花が上がらないため、切ってしまいます。これなんかはかなり古い枝がここまで上がってて、ほとんど新しい枝がないので、これは根元から切ります。だからいいのが上がってきてるんで、この枝ちょっと減らしましょうか。この辺の低いところの枝があるので、こうより低い位置で咲かせるために、このかなり高くなっている枝は順次取っていきます。ここがちょっと寂しいんで、ここまで切ってもいいんですけども、ちょっと寂しいような気がするんで、一目だけ残して、これはどうですかね、ちょっと残しておきましょうか。全部はいらないんで、これぐらい。
後ろの古枝を残してますが、どんな感じでしょう。ちょっと離れてみて切り落とすかどうかを判断しますが、後ろ何にもないんで、やっぱり寂しいから残すようにしましょう。だいぶ枝がこっちへ出てブラブラするんで、枝数は減らすようにします。やっぱり腸が優勢で一番てっぺんが元気いいんですよね。まだちょっと長いんですけど、これ以上低くするには枝数が減ってしまうので、この辺でなんとかよしとしましょう。手前にこれ1本ね、何十年か経った株でもう株分かれして通路に出張ってるんですけど、こっちがあんまり邪魔になるっていうほどでもないんで残しておこうかなと思います。こんな感じで全体を見てバランスよく枝が配置されてたらこれでいいかなと思います。こういう、下から出てるシュートですね、太って長い枝が出て、で先の方で大房咲きになりますので、シュートはちょっと低めに切ります。で去年の花枝、一番間の花枝で切るのは、シュートから出る枝ほど、長い枝は出ないので、ちょっと高めの位置で切っていくという感じですね。剪定は終わったんですけれども、このノンコクズがね出てるんです。見にくいかな。ほらこんな感じでね、またこの中におるんやろな。すごいいっぱい出てます。おそらくこれは今年のテポムシでまだ中にいるやろなという感じなんで、2箇所出てるんですよね。この塊とこっちと。いっぺんほじくってみます。これは複雑に中の方に入り組んでるんでわかんないですね。一通り探ってみたんですが全然わからないんで、とりあえず殺虫剤をかけて様子見ることにします。使う薬はこれ住友が出してる、園芸用の緊張ル、ペルメトリンですね。合成ピレスロイド系の薬です。蚊取り線香なんかの、成分になりますけれども、浸透効果もありますね。これをちょっと穴に突っ込んでこうバーって出るんですけども、これはトゲ刺さった穴が多すぎてわからないんで、もうまんべんなくかけとくようにします。気温が低いんで、こういうエアゾールは使ってるうちに気化熱が奪われて圧が弱くなりますね。で退治できることを祈ります。はい、フロリバンダーのプレイボーイ剪定でした。